おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、ナット交換の作業を、最初から最後まで動画で撮りましたので、ちょっとお時間がね、すごく長いんですけれど、興味のある方はぜひ、ご覧ください。ナット交換はフレット交換と同じく、すごく奥が深い作業です。で、よく言われるのは、そのリペアマンの技術力が知りたいのであれば、ナット交換をさせてみればわかる。なんてことが言われるくらい、ナット交換というのは非常に繊細で技術がいる作業ですね。で、この作業なんですけれど、大体私の場合は1時間から1時間半ぐらいはかかります。それでは、動画を見ながら、ご説明をしていきたいと思います。ギブソンの J45 なんですけれど、かなりオールドの J45 ですね。アジャスタブルです。で、ナットはもう今取り外してますけれど、ナットのですね、取り外しの仕方で、今、こういう風な木片をですね、こうハンマーでこうやって叩いて外す方法が、結構知られてるんですが、これは絶対やらないでください。これは間違いですね。で、私はですね、こういう食い切りを使って、取っています。詳しくは、ホームページの方に、説明をしてますので、よろしければね、ご覧ください。で、まずは、そのナットがついていた溝の部分に付着している接着剤の除去ですね。のみでこうやって接着剤を落としていくんですけれど、注意しないとですね、指板の部分の木材もこう削ってしまうことになるので、あくまで接着剤の残りかすだけ削り落とす感じで処置していきます。こういう感じでですね、小さなのみも使いますね。これはステマックから売られてるのみなんですけれど、ナット専用ののみで4種類ぐらいあります。で、ナットの幅に対して使い分けできるので、これは非常に使い勝手いいですね。で、このように接着剤をこう落としていくんですけれど、垂直に刃を当ててこそぎ落とすような感じでも使ったりします。これは底面のチェックですね。ナット専用のヤスリがあるので、これで平らになるよう削ります。人差し指で指板の方向に押さえながら使う感じですね。で、注意しないと1弦と6弦側両端がこう落ちてしまいますので、注意が必要ですね。使い方に慣れが必要です。割とですね、中央付近が
接着剤の残りカスが残ってたりすると、さっきのヤスリで削った時に両端がこう削り落ちやすいですね。これでほぼフラットが出たので OK です。あと指板側もチェックしてますけれど、こういうふうに軽くですねペーパーを当てて慣らしてあげます。これで下準備は OK ですね。で次にナット材を成形していきます。普通の牛骨ですね。最初は150番のペーパーで、平面に片面だけ平面にしてきますね。次に240番です。そして、次が360番ですね。で、両面テープできれいに平らにならした方を両面テープにくっつけます。でオリジナルのナットをちょっとね、平らになるように軽くペーパーを当てて、これは寸法が合ってるかどうかチェックですね。隙間がないかどうかチェックして、このように取り付けます。で、ここでですねマスキングテープを1枚貼ります。マスキングテープの厚みは 0.1mm なので、これはですねマスキングテープが削れた際に分かりやすいようにサインペンで黒い線をつけました。で、ベルトサンダーで削っていきます。ちょうどマスキングテープが削れてきたところでストップしてあげれば、あと 0.12mm ぐらい削ればぴったりの寸法になりますので、マスキングテープはその目安ですね。
でベルトサンダーで、ついた跡を消すためにまず150番でペーパーの跡をきれいにして、で240番ですね。でこの段階でこうあてがってみて、ちゃんと幅が合うかどうか、チェックします。こうやってね、ちょっと手直しとかも必要なこともありますね。でこれは今何の作業をしてるかって言いますと、ナットのですね取り付け部分の、直角出しを行ってます。直角が出たこういう当て木にですね、ナットを押し付けながらペーパーでこう削ることで底面が、90度直角になるんですね。でぴったり合うように何度かペーパーがけをしながら、合わせていきます。これは最終チェックで、両側から見て隙間なく密着していればこれで完成ですね。幅に関してはこれで完成です。次は側面の寸法合わせです。このように、印をつけまして、この部分はですね、よくここが斜めになってることが多いんですよね。なので、このように印をつけて、で小型のベルトサンダーで削ります。このね削る時のこの、牛骨のこの匂いっていうのがね結構匂うんですよね。昔牛骨粉とかってありましたよね。 BSE とか世の中の牛丼屋さんから牛肉が消えた時期があったじゃないですか。あの時はですねこう常日頃仕事でこうやってね牛骨をいじってる身としては
仲間内とか、でもううちらはもうダメだよねなんてね、そんなこう笑い話じゃないですけれどことを言ってた記憶があります。次は反対側ですね。これも裏側からこうやって印をつけてます。でただですね、一元側は斜めになってなくてまっすぐでしたので、このベルトサンダーもちょっと当て方を変えてやってますね。ちょっと隠れててごめんなさい。こんな感じですね。で一度当ててみて確認して、もう一度まだちょっと出っ張りが残ってるので、もう一度シャーペンで印をつけて、でギリギリのところまで削ります。で150番240番360番600番まで整えていきます。次はですね、フレットの高さをナットの溝ナットにですね書き込みます。で、両面テープを貼りまして、小型のベルトサンダーで、余分なところを削っていきます。
今見えてるナットに描かれた線がフレットの高さなので、1弦側より6弦側の方が、少しだけ、距離を空くようにしますね。で両面テープなので指でこういうふうに指にくっつけて丸みを少しつけますね。で指板側のですね、角をこのようにこう削っておかないと、鋭角なままだとたまにですね欠けることがあるんですね。なので必ずこう角がこうかなり立ってる部分というのは少しこう削ってあげます。で、側面と、ナットの上部以外は、この段階で、きれいに艶出しまで行います。はい、そうしましたら次はいよいよ取り付けですね。アロンアルファを使うんですけれど、私はもう随分昔から、ゼリー状のアロンアルファを使ってます。でこれはなぜかって言いますと、一般的な液状の瞬間接着剤ですと取り付けた瞬間にもう固まっちゃうんですね。瞬間接着剤っていうだけあって。でところがこのゼリータイプだと取り付けてからほんの数秒なんですが間があるんですよ、完全にくっつくまでに。なので、そのわずかな間の間に、ぴったりこう左右がずれないように接着することができるんですね。ほんの少しだけずれてもそれをこうずらす余裕ができます。でもう一度フレットの高さを書き込みます。これはあくまで目安なんでね、必ずしも書き込まなくても大丈夫ですけれど、で元のですねナットの溝の幅が 7.5 ミリ間隔だったんですけれど、ちょっとこれだと左右の幅がクリアランスがなかったので、その下のサイズですね、間隔ですね、 7.25 ミリ間隔にしました。だいたい1弦側が指板の端から3ミリで、6弦側は 3.5 ミリが一般的な、クリアランスです。
でこれもシャーペンでこうやって書き込んでいきます。でナット溝専用のヤスリで一番細いやつを使いまして、このようにまずはほんのちょっとだけ、傷をつけて溝をつけて、いきますね。でこの段階で、チェックです。ちゃんと間隔が合ってるかどうかですね。で次に、6弦側から少し太めのヤスリで溝を掘っていきます。ナットの溝を削るときは、弦を張った状態で削ってきますので、各弦の太さに合った、ヤスリで軽くですね、弦が乗っかる程度に、削っておきます。で次は、弦を張ります。でこのジョン・ピアースの弦なんですけれど、お客様からの指定なんですが、毎回これを見てね思うのはね、どうにも私にはこの絵がですね、オウム真理教の朝原に見えてならないんですよね。今の若い方20代だともうね、オウム真理教の大事件知らない人って結構いるんじゃないですかね。でちょうどあの時は、ESP の専門学校に通ってた頃で、同時に阪神・淡路大震災もありましたよね。で F1 のアイルトン・セナが亡くなったりとか、
でここからいよいよ、フレットの高さに対して、ほんのわずか高くなるまで、ナットの溝を切り込んでいきます。こう刃を当てるときにですね、ヤスリを当てるときに、左右にこう動かしながらやってるのがわかると思うんですけれど、これはどういうことかって言いますと、必ずしも弦の太さに対してこのヤスリの厚みがジャストじゃないんですね。なので刃を微妙にこういうふうに左右にこうやって傾けながら、溝のですね幅を弦に対してぴったりになるように、しながら削ってます。広げてるっていうことですね、つまり。じゃあちょっとこのままかなりこの溝切りの作業はですね時間がかかりますので、じっくり見たい方はこのまま、見てください。
これで今ようやく全部の弦が、あらかた削り終えました。でこの段階で、アバウトにチューニングをしまして、でちょっとこうね、少し持ち上げて最終的なクリアランスのチェックです。これは6弦が少しまだ高かったので、微調整ですね。結構この段階で真上から見る場合とこう横から見る場合とで感覚クリアランスの見え方が違うので、十分にここはチェックが必要です。
全部が OK であれば、ネックの反りをチェックしまして、ネックもまっすぐにトラスロットでまっすぐに調整します。ちなみにですね、ナットの溝が高いと、どうなるかと言いますと、ローポジション側、1フレット2フレットを押さえた時に音程がかなりシャープしてしまうんですね。で、量産品の多くは割とこう高めに設定してることが多いので、高級なギターになればなるほどその辺の細かい詰めというか調整がちゃんと手間をかけてますので、もうギリギリまでね、適正なこのナット溝の高さになってることが多いですね。韓国製とか中国製ですと、ものによってはですね、ありえないぐらい高い状態で売られてることもよくあります。これは最終的な原稿のチェックですね。今回は、1.6 ミリから1.8 ミリ、9ミリぐらいに設定しました。アジャスタブルなので自由に原稿が変えられるっていうのはいいことです。便利ですよね。で、全部の弦を緩めて、こういうふうにマスキングをして、最終的にナットの、成形をしていきます。こう今ナットの真上を削ってるんですけれど、こう溝がかなりこう深いとですね、あまりこう見た目的にもよろしくないので、上側をこうやって削っていって適度なナットの溝の深さになるようにしてます。で、ちょっとちっちゃいヤスリに変えまして、少しこう丸みをつけてるところですね。で、さらにちっちゃいヤスリに持ち替えて、この部分の角を丸めてるところです。ここの角もちゃんと丸めます。昔はですね、それこそまだこの仕事をし始めてから間もない頃なんてのは、こんなに手際よくなんてできないので、もうそれこそナット交換に半日とか、そのぐらいはかかってましたね。で、これは240番のペーパーで、最終的な、成形をしています。次は360番のペーパーをこのように少し小さくカットしまして、
弦の溝をこれからきれいにしていきます。このように折ってですね、こんな感じで溝の部分もきれいにしていきます。でもう一回折って、次は2弦ですね。こう弦の太さに合わせてこうやって折る回数を適宜変えて、溝の部分をきれいにしていきます。この辺のやり方っていうのはもう人それぞれなので、あくまで私が今までこう培ってきた、経験をもとに、この状態に落ち着いたっていうことなので、リペアマンによってもうこういうのはやり方は様々ですね。ですから自分の一番ベストな方法を構築していくことが大切です。で一通りナットの溝をきれいにしたら、今度は、360番で、全体をきれいに整えますね。もうこの段階まで来たら、あとは番手を上げてって、仕上げをするだけです。で次は600番ですね。で800はですね抜かして、私の場合は1000番でこれで終わりです。はい、それで研磨剤で艶出しを行います。これはフェルナンデスの金属パーツ用の研磨剤なんですけれど、まあ別にナットに使っても問題ないので、私は昔からこれ使ってますね。はい、でここでですね、弦の溝の部分もこのように紐を使ってゴシゴシゴシというふうにやってきれいにしていきます。これでもうほぼというかこれで完成ですね。マスキングテープを剥がしていって、
このマスキングテープが貼られてた部分、ちょうど1フレットのところですね。ご覧の通り少し周囲と色合いが違っちゃってますので、ちゃんともう一度こうやってね、指板オイルでしっとりさせてあげます。で、弦を張ってチューニングをしていくんですが、新しい弦っていうのは伸びやすいので、必ずこうやってですね、全体をこうまんべんなく引っ張ってなじませることが重要ですね。で最終的にチューニングメーターで正確に合わせて、これで完成です。で一応最後にこうやってね、本当に最後の最後にクリアランスがちゃんとしてるかチェックですね。で弦高調整をして、はい、これで本当に完成でございます。この後は、ちょっとお楽しみタイムですね。この完成した時に、お客様の楽器なんですけれど、チェックの意味も含めて少しこうやってね、普段あまり弾かないので、この時間がこう楽しみのひとときであります。はい、ということでこんな感じなんですが、はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、OK。